こんにちは、JP コンサルタントです。今日も趣味の部屋ということで、動画を公開させていただきます。コメントをいただいてまして、コンバージョンレンズの紹介をもっとというふうなコメントをいただいた方、何人かいらっしゃってありがとうございます。製品説明みたいなのとか、紹介みたいなのって、ちょっと僕の動画とちょっと合わないかななんて思ってたんですけども、オーロラは僕が軸にしてるツールなので、どうしても紹介せざるを得ないんですけども、えまあ、コンバージョンレンズあんまり話してもしゃあないなとかね、思ってたんですけども、僕の拙い話でも役に立つことがあるのであればと思って、ちょっと今回動画にしてみました。コンバージョンレンズなんですけども、レンズの前だとか後ろに追加することで目的に応じていろいろな改善をするために使用するもので、だいたい 0.6 倍とか 2.2 倍とかってそんな倍率のものが売られてるみたいです。で、私が今回というかコンバージョンレンズを使い始めた理由っていうのは、現在使っているサイオニクス社のオーロラの画角が46度と狭いんで、撮影したいものの全体が映らないというふうなことがありまして、それでコンバージョンレンズで広い画角で撮りたいとか、または逆にクローズアップして撮りたいからズームしたいんだとかね、そんな欲求がありまして、コンバージョンレンズを買うことに探して歩きました。画角46度ってどれぐらいっていうと、もう言葉の通りですね。手を45度ぐらい左右に広げてもらって、その範囲内しか映らないんですよ。だから建物とかなんだとかなんか撮ろうと思ったらば、かなり離れないとちゃんと全体像が映らないっていう風な問題がちょっとあります。で、まず一般的な対処法として、普通はレンズを交換して画角が広いものに変えないとって思うんですけども、そもそもこのビデオカメラ、他の普通のビデオカメラも同じですけども、レンズの交換できないですね。無理です。バラしたらばもう絶対組み立てられないですね。仕方がないので、レンズの前にもう一つレンズをつけて、特性を変えたいんですけれども、でもとは言っても、サイオニクスのオーロラの場合は、レンズの前にフィルターだとかコンバージョンレンズをつけるためのネジが切ってありません。ネジがないからコンバージョンレンズを取り付けることができないという、根本的な問題があります。レンズの前にコンバージョンレンズをつけることができるかどうかというのは、ビデオカメラの種類によって違うので、このサイオニクスのオーロラだけが特殊だっていうわけではありません。でも画角45度にしたんだから、コンバージョンレンズつけられるようにしてほしかったなとは個人的には思います。サイオニクスの人にもしもつてがある人がいたらば、ぜひとも伝えてほしいなという感じですかね。で、結構長い期間探してたんですけども、Amazon の、方を調べていたらば、JTT オンラインっていうメーカーから、マイレンズアルファっていうモデルが出ていました。型名は MLEA46W06 です。マイレンズっていう名前のものを JTT オンラインで別に出していて、その別のやつについては欲しい部品がついてないので、必ずこの型番のやつを買っていただきたいなと思います。で、JTT オンラインのマイレンズアルファの写真をちょっと貼り付けてあるんですけども、金具が写ってますが、この赤い枠で
くくってある金具が大事で、これが欲しいわけです。でこの金具を取り付けられる寸法なんですが、寸法の制約があるので、JTT オンラインのホームページを確認して寸法を確認していただきたいと思います。この橙色の矢印で示してあるところが三脚を取り付けるための一般的なビデオカメラだとか、またはコンデジの三脚用のネジ穴でして、でそのネジ穴を基準にレンズまでの寸法ですとか、幅だとか、そういったものを測っていただければと思います。ここのサンプルではビデオカメラが書いてありますが、おそらくコンデジでも使えるんじゃないかなと思います。コンデジって言って最近覚えた言葉なんで使っちゃってますけれども、コンパクトデジタルカメラのことをコンデジっていうらしいですね。世間に疎いんで僕はちょっと最近まで知りませんでした。でどんな感じで使ってるのか、使用感っていうかつけた状態をアップしてほしいって話もあったんで、サンプルとしてアップすると、まずこれが基本の携帯です。先ほどの写真にあったレンズと取り付け金具を全部つけた状態ですね。この状態で 0.6 倍の広角になります。これまで何回か星空をアップさせていただいてますが、この状態で撮っているものが結構多いです。でこの、レンズなんですけども、レンズの先端には 62mm のフィルターが付けられるようなネジが切ってあります。だから先ほどの写真の状態のところに、プラスアルファとして 62mm のフィルターを付けることができます。でこれサンプルとして適当にそこら辺に転がってたフィルターをポッとつけてみた状態です。今つけているのは赤外線透過フィルターですね。で次に、これは広角レンズみんなそうみたいですけども、広角レンズタイプの、レンズはレンズが2つに分かれるようになっているものが多くて、で大きい方のレンズを取り外す、要するにビデオのカメラのレンズに取り付ける近い側の方のレンズを残すと、マクロレンズになります。ただ一部のメーカーを除いてこのマクロレンズの倍率が書いてないんですね。だからどれぐらいの倍率のものになるかはその買って取り付けたもの次第って感じですね。でこの、マイレンズアルファの方はやっぱしカタログに倍率が書いてなかったので、ちょっと何倍ぐらいになってるのかは私には分かりません。それからもう一つ、この広角レンズの方には、広角レンズじゃなくてマクロレンズの方にはフィルター取り付け用のネジが切ってないので、フィルターを取り付けることができません。ですからマクロの時にはそのまま使っていただくという格好になります。でさらにマクロのレンズも取りました。金具だけにしました。で金具だけにした状態では 46mm のフィルターが付けられるようになってます。で 46mm のフィルター付けられるようになってるんだけれども、先ほどの 62mm レンズの先端に付けられるのは 62mm のフィルターなので、両方で使おうと思ったらば 62mm のフィルターにサイズアップするためのアップサイズリングっていうとちょっと違うんですかね。何リングって言いましたっけね。サイズを変換するリングを取り付ける必要があります。もちろん 62mm のフィルターをつけるので、サイズアップ用のリングは、46mm から 62mm に変換するリングが
必要で、それを買いました。この写真では左から62mm のフィルターがついてて、46から 62mm に変換するためのリングがついてて、でそれを、マイレンズアルファの金具が受けていて、でそのすぐ後ろにカメラがくっついているという状態になってます。ちなみに私フィルターは郊外カットフィルターと IR 透過用のフィルターと NP フィルターっていうんですか、クラークするフィルターと、あと変更フィルターを買いました。どれを使えば星空よく撮れるかなとか、月がよくちゃんと撮れるかなとかって試してみるのに使ったという感じですね。で最後に気になってるコンバージョンレンズを書いてみました。Amazon で先ほどの、マイレンズアルファにつけることができる 46mm のフィルターネジに対応しているコンバージョンレンズを探しました。結果として 0.45 倍のコンバージョンレンズが2種類と2倍のテレコンバージョンレンズ1種類が見つかりました。少なくともこのうちの2つは、レンズの先端には 62mm のフィルターをつけられるようなネジがあるということで、今回マイレンズネオに取り付けるように買ったフィルターはそのまま右から左に使えるということが分かって、そのうちいずれ使ってみたいなと内心は思っています。もしもレンズ落としたりとかなんだとかでなんかの理由で壊してしまった時に、こういった0.45 倍のコンバージョンレンズ買ってくれば使えるんだなと。もしもマイレンズアルファが生産中止になっても対応できる場合っていうところで長く使えそうだなと、少なくとも金具は長く使えそうだなということで、大事に取っておいて大事に使いたいと思います。以上で、私がサイオニックスのオーロラに取り付けている、コンバージョンレンズについて、以前の動画よりもちょっと詳しく紹介させていただきました。この動画が何かの参考になると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。またの動画をまた見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。